緒にみんなで楽しめるスタイルっていうのは僕はすごく憧れましたね。ボイダのウイルス TV ご案内役の司です。後編でございます。前編はお父様のタイプ2でした。そして息子さん、こちらの方、お名前は？飯野樹也です。年齢は？27歳です。お仕事は？自動車の開発実験の仕事してます。お住まいは？宇都宮です。そして家族構成？父と、祖母と叔父と、妻になります。そしてこちら車なんでしょうか、樹也さん？1966年フォルクスワーゲンカルマンギアになります。カルマンギアでございます。お父様がタイプ2で息子さんはカルマンギアということで、今回は親子共演後編、樹也さんと66年式フォルクスワーゲンカルマンギアでお届けします。お楽しみに。樹也さん、愛車遍歴を教えてください。僕が専門学生の時に NB ロードスターを30万で買いました。でその後就職した直後に S660 をその後中古車で購入し、その後カルマンギアを買いました。 S660 はホンダってことですかね。はい、なぜこの空冷の世界に踏み入れたんでしょうか。お父さんの影響とか結構あったんですか？はい、父の影響が大きかったのと、父が空冷ワーゲンを持って意外と維持がしやすいっていうことが分かったからっていうのも大きいです。意外と維持しやすいもんですか？旧車の割にはパーツがかなり多いのと、構造が簡単なので、結構整備もしやすいのでいい車です。なるほど、納得。差し支えなければどれぐらいするものですか、値段？僕が買った時で300万円で購入しました。何年前でしたっけ？半年前ですね。じゃあ本当に最近。それって相場的にはどんな感じですか？妥当だと思います。なるほど。半年前に買った時はもうすぐ納車ですか？一度エンジンのオーバーホールをお店の方でやっていただいたので、故障出しも含めて半年ほど時間をくれということで。じゃあ半年かかるよっていうことでご購入なさった、そうです。待ち遠しかったんじゃないですか？長かったです長かったですよね半年は。その間はじゃあ S660 に乗って？そうですね、オークションとかにも売りに出したとかもあったので、途中からはなくなっちゃったんですけど。そうなんですね、じゃあちょっと待って、このカルマンギアを手に入れられた樹也さんでございます。樹也さん、カルマンギアどこが好きですか？ボディラインですかね。フォルクスワーゲン史上最も美しい車とも言われてるそうなので、納得のデザイン、ボディラインだと思います。確かにめちゃくちゃ美しい。エンジンはどんなの乗ってますか？フラット4の 1.3 リッターの F 型というエンジンが乗っています。いつどこで買いましたか？2024年の1月頃に北海道の函館にある旧車屋さんに置いてあったこちらのカルマンギアを購入しました。決め打ちで66年式を狙ってたんでしょうか？そうですね、66年より前の車を狙って買いました。そのわけは？66年より前だとシートベルトとヘッドレストがなくても大丈夫な年式なので、室内がすっきりして見えるので、そんな年式を狙って買いました。なるほど。樹也さん、特徴教えてください。このカルマンギアの前オーナーさんがポルシェ好きのコレクターさんみたいな方だったので、例えばホイールが、ポルシェの356の純正ホイールだったりですとか、内装が赤色になってたりで、ちょっとポルシェっぽい雰囲気が自分は結構気に入っています。めちゃくちゃクールです。ここはちょっと見たとこは特にないんじゃないですか？あります？あまり細かいのはないんですが、強いて言うならハンドルを前切りした時とかにちょっとフェンダーに当たってしまうのがちょっと気になるかなっていうところです。それはなぜですか？理由がある？タイヤがちょっと純正より外形が大きいので干渉してしまうような形ですね。なるほど。さっきのホイールだとかいろんなところありますけど、元のオリジナルに戻そうと思ってないですか？そうですね、このまま乗っていこうと思ってます。結構気に入ってらっしゃる。はい。ということで、この楽しみなカルマンギア、僕も超久しぶりに乗ります。楽しみです。乗ってみましょう。はい、乗り出しました。そしてこの車もお父様の車と一緒でシートベルトがありません。ないです。いいですね。気持ちいい。これもね、やっぱり後ろにエンジンがあっていい音がしてます。これは何速の？これは4速のマニュアルです。このシフトレバーを見て、この年代にオートマってあんのと思って樹也さんに聞いたら、これはマニュアルだよと。このボタン何ですか？これはバックに入れるときに1速と2速の間をこいつを押しながら奥に倒すとバックギアに入る。そのためのボタンだったわけですね。はい、なるほど。そしてね、メーターですけど、左からスピードメーター、はい、で真ん中が燃料計ですね。はい、で右がタコメーターかと思ったら時計でございました。この時計は動いてるんですか？この時計動いてます。
ったらもう狂っちゃう。はい、もうなんか1時間ぐらいで大体狂ってます。1時間経ったらもう狂ってる、はい、という感じでございまして、子供の時から車好きだったんですか？そうですね、父がよくブルーアイズのストリートカーナショナルによく連れて行ってくれて、はいそこの影響とかも結構受けて車が好きになっていきましなるほど、じゃあ結構車のイベントに出かけてた一緒に。た。はい、結構一緒に行ってました。で、お父さんの車選ぶのも一緒に行った。そうですね、一緒に行きました。タイプ1の時も現場で一緒に行きましたし、あバスの時も、はい、一緒に。そうなんですね。ちぐさんもともと好きだった車って空冷じゃないじゃないですか。はい、結構それでお父さんとの会話とかも変わってきたんじゃないですか、周りを。そうですね、もう最初の方とかはもうやっぱスポーツカーが自分好きだったので、父は四駆とかだったりプロカン走れるようなジムニーとかがやっぱり好きだったので、ちょっとそれあんまり最初は同じ車は好きだったんですけど、ですよね好みは合わなかったって感じですね。空冷が親子の仲をさらに深めたというそうですね、はい、いい感じでございます。学生時代はどんな感じでした？自分で整備できる技術が欲しくて、日産の整備学校に入学して、はいはいそこで整備の技術を身につけたっていう形ですね。それで卒業してどんなお仕事に？日産の整備士の仕事をしてはいそれで、今はちょっと違うんですか？実験とか開発の仕事をちょっとしていきたいなっていうふうに働きながらちょっと思うようになって、はいそこから自動車の開発とか実験発見の仕事に転職しました。そうなんですね、はい、朝から晩まで車ずっとの生活をそうですねいいですね。前乗ってたロードスター NB とホンダ S660 どんな風に乗ってたんですか？ NB ロードスターは結構車庫端にしてはいちょっと US っぽくああなるほど。いじってました。ホンダの S660 ははいちょっと走れるような車を作りたいと思ってカービンを変えたりですとかおう足を変えたりしてまた走って楽しい車をコンセプトにちょっと作りました。それも自分でやる？はい、それも自分でほとんどやりました。そうですよね。お父さんのビートルは結構運転されましたか？駐車場内で1回だけ運転させてもらいましたそれだけ？それだけです。僕はてっきり結構お父さんの車を運転してそのフィーリングが好きでそれで買ったのかなと思ってたんですけど、そうじゃないですね。運転っていうよりはどちらかというとメンテナンスの方がちょっと多かったと思います。あ、メンテナンスは一緒にやった。はい、そうです。メンテナンス一緒にやったら仕上げたら一緒に乗りたいと思うんですけど、そこはしなかったですねそうです。空冷もいろいろあると思うんですけど、カルマンギアにした理由はありますか？仲間内の方だとやっぱりビートルとかバスが結構多かったんですけど、カルマンギアって結構少なかったので、あ、そうですか。意外。あんまり被りたくなかったっていうのもありますし、クーペ車ってなんかちょっとスポーツカーっぽい見た目の車が好きだったので、なるほど。それでカルマンギアにしようっていうのもあります。今までの NB ロードスターも S6 も2枚扉で、これも2枚扉。そうですね。クーペスタイルです。僕も大好きです。乗る頻度どんなもんですか？はい、週に2、3回ぐらいで乗ってますね。乗る時はいつもこういうちょっとストリートっぽい感じで。雨風系の服とかを車乗ったりしてから着るようになったなと思います。車が変わって服装も変わった。はい、車乗ってなんかいろんなものが車に引っ張られてるっていう形ですね。自分の車は最近は随分おしゃれするようになったねと思って、周りの目もちょっと変わったような気がしますね。なるほど。じゃあ、楽しめてますね、いろいろ。そうですね。たくさん今までも聞きましたけど、空冷買って楽しいエピソードとかありますか？父もクーレーワーゲンとかを買ったりして、そうですよね。やっぱりそうですね、共通の話題が増えたので、うん自分の親と話す時間が増えたなと思います。なるほど。じゃあ結構イベントもお父様と一緒に出かけて。まだ一緒には行けてないんですけど、あ、そうなんですか。近々イベントもあるので、そうですね、一緒に行きたいなとは思ってますね。空冷親子仲良し親子ですね。そうですね、はい。人生でなんか大きく左右するような出来事とかありましたか？自分の中だとやっぱり父が連れてってくれたムーンアイズのストリートカーナショナルが大きかったのかなと思います。車好きのきっかけになったカーショーだったと思います。であとはクーレーワーゲンのイベントとかでちょうど自分がまだカルマンギアを持ってなかった時にカルマンギアのハブリオレオープンカーのモデルに乗ってた人がいたんですけど、その人が両親2人とお子さんが2人で計4人で、そうですね、カルマンギアのハブリオレにみんなで乗っかってきてっていう、すごいですね。そ
その人の話とかもちょっと聞かせてもらったんですけど、買い物行ったりとか日常生活でちょっと出かける分には全然これで出かけたりするんだ。ベビーカーとかも前のボンネットに積んで行ったりしてましたよとかっていうのを聞いてて、やっぱり家族ができるとどうしてもファミリーカーに乗り換えなきゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、確かにその中でもやっぱり自分の好きなものとか飲みながら、まあなんか家族も一緒にみんなで楽しめるスタイルっていうのは僕はすごく憧れましたね。なるほど、それがまあ今後の目標というか、なんか夢ですね。いいですね。そうですね、まさに理想系だなと、その話を聞いてすごく感激しました。じゃあもうぜひ赤ちゃんできても子供たくさんできても保育園に乗り続けてください。そうですね。はい、とても楽しい車でございました。お父様のバスとはまた全然違って車高も低いしスポーティーな車、全然速いですね。楽しいですね。ありがとうございました。ズバリジュキヤさん、カルマンギア100点満点中何点でしょうか80点です。その理由は？これからゆっくり自分の好きなスタイルにちょっとしていこうかなと思います。ということは100点に近づけるためにいろいろしていきたいということですね。はい、最後にカルマンギア乗り続けますでしょうか？可能な限りは乗り続けたいなと思ってます。はい、お父さんも来てください。お父さん真ん中に。ということで今回は飯野ファミリー前編後編でお届けしました。ボーイズ&グリース TV また見てね。親子出演者もお待ちしてます。